どうも、あつしです。今回は襟を持った状態からの大外刈りのタイミングの取り方について解説をします。それでは早速始めます。襟を持ったということなので、喧嘩四つでもいいですけど、相四つの場合でわざと引き手が袖じゃなくて襟を持って片手で握っている時の大外刈りのタイミングについて紹介します。まずは下から組んだ時の大外刈り。こんな感じの入り方で、下から持った時に相手から上からグッと前腕を手を押されていると。でこの状態から一瞬力を抜いて相手の手をグッと下げる。で下げた瞬間に引き出して大外刈りに入るっていうタイミングの取り方。まずはここの状態からクッと自分の手を脱力するっていうか力を抜く。手首のところをちょっと曲げるっていうか反らせるっていうかグッと反らせるわけじゃなくて、力を抜くと自然と相手に押されて手首が曲がった状態になる。そうすると相手がグッと前に出てくる。前に出てきた瞬間に引き出す。で引き出す時にこの手首を反対に今度は曲げるようにして相手の手を上げるようにし、その時に踏み込むと。で反対の手は相手の首を抱えるようにして大外刈りに入るっていう入り方。相手がぐっと力を入れているので、この状態から上げようとしてももうすでに相手に押されている状態だから、ここからぐっと上げようとするのが大変なので、一度力を抜くというか、反対に相手を引き出すような感じで力を抜いて、相手が前に出てきた瞬間に手を上げて、後ろに崩しながら入るという入り方。最初から力を入れるわけではなくて、力を抜くように相手を崩した瞬間に入ると。で入る時に相手と斜めを向いている状態、このまんま相四つで向いている状態ではないので、技に入る時に相手の真後ろに入らないといけないので、足の入り方が斜め後ろに入る。この状態からこういうような感じで一歩踏み込む。で踏み込むと同時に反対の手を相手の首を抱えるようにして入ると。で首を抱えた状態で足を刈るんですけど、足を刈る時に相手の顎を上げるように自分の肘を上げると投げやすくなる。相手がぐっと力を入れてる、抜いて踏み込む、相手の首を抱える、で足を刈りながら相手の顎を上げるように相手の体が反るような感じで大外刈りをかけると投げやすいかと思います。この下から持った時一瞬力を抜くっていう入り方が一つ。じゃあ次は上から握った時。こんな入り方。今度は上から握っている自分が相手の前腕をぐっと上から押さえつけると。で押さえつけてると相手はそれに対して上げようとしてくるので、相手を上げようとしてきたところを力を抜くことで相手が上に上げてくる。でその瞬間に引き出して入るっていう入り方。まず相手の前腕を上から押さえつけるような感じでぐっと力を入れる。上げようとしてもそのままグーッと上げられるわけじゃなくて、ここで少し耐えるようにして相手が目いっぱい力を入れるように頑張って押さえつけておく。でそこでグッと力を抜くと。でこのまんまさっきみたいにすぐ力を入れるのではなくて、相手の力をちょっと利用するために一瞬力を抜いて相手のこの手が上がる。これを作るためにちょっと力を抜くと。相手が上がった瞬間にツッと引き出す。このタイミングというかがちょっと難しいかもしれないので、頑張って力を入れて抜きながら引き出すと。抜いてすぐ引き出す。でそこから大外刈りの入り方は下から持った時と同じで踏み込む。
で踏み込みながら相手の首を抱えるようにして、で足をかけながら相手の首が上がるようにして、かけるというような入り方。襟を持った状態からの大外刈りということで、2つとも直接グッと入る方法ではなくて、一瞬こう力を抜く、そして相手に力を入れている方向にグッとこう力が入って、その瞬間に引き出す。そうすると自分がグッと力を入れている時よりも相手をスムーズに崩す。でさらに相手の力を使うこともできるので、このタイミングの取り方、相手がグッと力を入れてるけどもいなすというか力を抜いて引き出すっていうこのタイミングの取り方から大外刈りに入る方法というのもぜひ練習してやってみてください。では今回は襟を持った状態からの大外刈りのタイミングの取り方ということで解説をしました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。まずは下から組んだ時のちょっと力を入れてもらって、こういう感じで。前に出てきた。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。